Hey, what's up, guys? This is Yosh Azumar. おはようございます。日曜日、最終日。今3時ちょい過ぎですね。ちょろっと寝て、またなんか向かう方が100 degree って言って、去年みたいな最高気温41度とかなりそうなんで、昼間はまた走れないんでね、ちょっと昼前にチェックポイントまでたどり着きたいなと思って、ちょっと早めに。なんか向こうの方に向かう人もなんか結構ね、もう3時半に出るとか5時に出るとか早めに出て、昼間はやっぱちょっと走らないようにしてるみたいなんで、まあ一緒にロールできたらね、一緒に走りたいんですけど、まあとりあえず、まあそれは一期一会で行ってきます。悲しいですね、やっぱね、寂しいですね、終わりはね。無事に帰れるように頑張ります。出ませんでしたね。ちょっと何人かで合流できたんで一緒に行きます。
too. Enjoy. Copy, guys.してます。なんかバイクのエンジン止めてんだけどハーレーの音聞こえるなと思って、もう耳がもうおかしくなったかなと思ったら
で行きの時に寄ったステーションと一緒ですね。多分ようやく暗くなってここまで来れて、こっから夜のセッションがスタートしちゃってるんですね。で途中まで一緒に付き合ってくれたチーム途中で別れて、久しぶりに会った人も何人かいてね、超懐かしかったですね。ここまでどんぐらいだったっけな、400キロだったっけな、500キロとかそんな分ぐらいですね。朝4時ぐらい出たんかな、出発して。今もう10時です。途中給油4回ぐらいしたかな。案の定めっちゃ暑いんでね、この日陰はいいですけど、外出るとめっちゃ暑いんで、ね、もうこれから昼過ぎたら多分走れないやっぱ状態なんで、よかったらさこの辺でまた来れてすんなり。うちの悪魔の2回止まったエリアもみんながいてくれたせいかなんとか通過して、電車ここで止まるんですね。止まったな。ここで荷下ろしですんの？また動いたな。なんだ信号待ちかな。まあ今日はちょっとホテルでのんびりしたいと思います。日陰があるといいですけどね、バイクのね、ないだろうな。行ってきます。38は行ってると思うんですけどね、もう着いたようなもんなんで、そこのモールのチャイニーズで行こうかな。ハンバーガーね、もう毎日食ってたんで、チャイニーズいただいてきます。ちょっとここでネタを仕入れてきました。もう入れ替わり立ち替わりいろんな人が入ってきます。テスラが止まってた。昨日ゆっくりできたんでね、これからロサンゼルスに戻りたいと思います。ちょっとパッキングして、いやもうだいぶ日が昇ってて、今7時8時前ぐらいですかね。もうだいぶ日が昇ってきたんで暑くなってきますけど、まあ今日はそんなに走らないんでね、ロサンゼルスまで行って、まあ今日明日は適当にフラフラしようかなと思います。バイクで明日はちょっとシッピングカンパニーのバイク
時1本分ぐらい減ってて、で今日もねまたどの辺乗ったんだろう、昨日4、500キロぐらい乗ったのかな。で一応ちょっと足してこんなしかないですけどね、ないよりはマシかなと思って半分ぐらい入りました。Gas coming out. ちょっとね、余裕こいて、ロサンゼルスの北のハリウッドの山ですね、多分ね。あ、ハリウッドの山じゃないか。まあ、山道があったんで、来たら、途中ちょっと止めて、道をちょっと確認してたら、エンジンかかんなくなって、昨日から、一昨日か、ガソリンがね、結構落ちてこないことがあって、そうっすね、やっぱね。ペットコックが悪いのかね。落ちてきた。はい。やっぱ結局ダメでね。なんか、ペットコックかなと思ったんですけど、どうもキャブっぽいですね。今ガスホース外してみたら結構ペットコック調子よく動いてるというか、機能してるんで。
ったら日陰がないんですよね。まだ時間的にマシというか、場所的にマシなのか、ちょっとわかんないですけど。ブレーターもね、ちょっともう一度見直してくればよかったですけどね。まあ、とりあえずあるツールで外せたんで、お、なんか落ちた。結構入ってるけどね。なんで君出てこない？悪くないけどね。なんででしょう。こう結構走り屋がいるっぽいですね。さっきからなんか日本車の走り屋がキャリキャリタイヤ言わせてやってたんで。なんで上がってこない？はい。特に悪そうなとこなかったんですけどね、マシといえば、加速ポンプの出がちょっと悪いかなーっていう感じで、ちょっとアジャストしたぐらいですね。ダイヤフラムまでばらしちゃうと、なんかちょっと戻せない可能性も出てくるんで、ダイヤフラムは見なかったですけどね。この辺もう山降りると、もうハリウッド近いんで、まあ言ったら街なんでね、もっと会場の方とか、デスバレーの辺とか、こんなことやってると、もう多分車止まって、大丈夫かおいみたいな感じで言ってくれるんでしょうけど、去年もね、砂漠で写真撮ってただけで、お、大丈夫かみたいな感じで車止まってくれたり、バイク止まってくれたりして、あ、全然大丈夫なんだけど、逆に申し訳ないっていう感じで、だったんですけどね、さすが街の近くは、まあ、車撮っても素通りですよね。まあ、そんな感じですよね。都会と田舎の違いっていうのはね、人情があるというか。大丈夫かおい。空回りしてんのこれ。まあこれでなんとかどうかな。よくはないけどね。まあこれでエンジンかかってくれたらいいですけどね。まあ暑いんでタンクちょっとカバーして、GoPro もカメラもつけっぱなしにしとくと高温で動かなくなるんでね、今休み合わせながら撮影してましたけど。かかんねえな。ちょっと見てみます。終わりました。マジか。イグニッション入んねえなと思ったらもう、これが折れてて。ここ取れたんですけどね。奇跡的に。このぼっちもなくなっちゃってるし。同じネジある？こんなネジは持ってきてないからな。なんとかね、ビス探して入れられたんですけど、もうイグニッションがパンクしてますね、これね。まあ、なんかイグニッション持ってこようかなと思ったんだけど、
持ってこなかった。さっき通りかかったハレーのいい年配の方がね、AAA 呼んでくれるって、今電波ここ全然通じないんで、まあAAA でいくら請求されるかわかんないけど、まあしゃあない。ちょっと待ってみます。So, what's going on? It's an adventure. Right. はい。これ今車じゃバイク止まって、ルペさんが助けてくれました。って言ってもまだ下に僕だけ降りてってバイクをちょっと直すパーツをゲットできれば、ちょっとまあとりあえず電波が通じないんでそっちまで行ってみます。ルペさんがとりあえずここまで送ってくれました。ここでまあちょっとなんとか作戦を考えたいと思います。OK。ルペさんに一番近くの町まで降ろしてサンデールって町ですね。ただハーレーディーラーも閉まってるし、どうすっかなと思って、まあ、とりあえず電話が通じるエリアにね降りたのがまだ良かったですけど、ただバイク置き去りなんで早くなんとかしないとですね。まあ地元のセブンイレブンって言ってもね、もう全然雰囲気は日本のセブンイレブンと全く違いますけど、ジャムで一緒になったコナーっていうやつがね連絡取れて、まあそう遠くないところね、山の向こう側に住んでるんですけど、自分のバイクから外してきてくれる部品を、イグニッションがもうダメだったんで、その山の上がねもう携帯が全然通じなかったんで、さっき言ったルポにさっきね乗っけてきてもらった紳士のおじさんにちょっと山下って来てくれて、でまあそうしたらね、まあ携帯も通じるようになったから、そこでいろいろコンタクト取ってトーイングカンパニーも電話したんですけど、なかなかちょっと山の頂上だと来てくれないとかね、あとは電話だとねやっぱちょっと話があまり通じなくて、まあ結局まあ行きますみたいな感じの連絡はもらえてなくて、ただそのコナーがね行くよちょっとね、ただお母さんがなんか病気なんでそっちのテイクケアしないといけないんで、それやってるからまた連絡するって言って、持つべきものは仲間ですよねと感謝してます。1時間ぐらいは、まあ、1時間2時間ぐらいは多分かかると思いますけど、ちょっとやっていきたいと思います。今近くにスターバックスがあったんでちょっと充電兼ねてコナーがね連絡くれるのも待ってみたいと思います。黒いスターバックスですね。結構空いてるんで、っていうかバイクが無事でいてくれるのかな、ちゃんと。結構上にね止まったバイクとかに置いてくると誰か見つけて持ってっちゃう可能性があるんですよね。そういう国なんで、一応ハンドルロックはかけれてたんで、ただ早く戻れたこともしたことないんですけど、焦って戻っちゃうとね、今度携帯が全く通じないんで、インスタグラムのあれもできないんでね、何も連絡の取りようがないんで、とりあえずここまでコナがピックアップしに来てくれるって言ってくれてるんで、多分彼の家から1時間はかかるかなと思うんですけどね。で今だから自分のイグニッションモジュールを外してっていう DM が入ってたんで、まあしばらくかかるかもしれないとは思うんですけどね。まあ時間は全然いいんですけど、まあ申し訳ない。これで無事に戻
とエンジンかかってくれればいいんですけどね。さっき車屋さんがあったんで、車屋さんのパーツ屋さんがあったんで、コネクターだけは一応買って、一応何個か持ってきたんですけどね、ホイールとつなぐコネクター。なんか結構安いイグニッションがついてたみたいなんで、ダメですね。どっちが先に悪さしたのかわかんないですけど、イグニッションと中に入ってるカップがここに接点が交わって火を飛ばすような感じになってるんですけど、それが何のかわかんないけどぶつかったみたいで、それをカップを止めてたボルトがバキッ折れてたんですよね。バキッ折れてて中にネジの部分だけ残ってたんですけど、それはなんとか抜けたから良かったんで、今そのカップね、ここにウォッチが出てて、カップはその、カムにはまるところにしかはまんないようになってるんですけど、そのウォッチももげてたんで、そのカップもあれば持ってきてって頼んでたんですけど、なんとなるやらにしても外は暑い。砂漠よりも欲しいっすけどね。コナンもなんかバイクでちょうど出かけてたみたいで、暑くて帰ってきたみたいな感じでしたね。車でクーラーの効いた車で来てくれるからと言ってましたけど、そう言ってくれるだけ感謝ですね。最悪ちょっとトーイング会社からね、1回何個か連絡して全然なんかいい返事もらえなかったんですけど、1個なんかいけるかもしれないという連絡もらえてたんで、最悪そこ連絡してまた次の手を考えようと。ていうかバイク屋さんがね、今日何ですか、14日か月曜日、この辺全然やってなくて、ハーレーのディーラー持ってけばここにあるかなと思ったんですけど、ディーラーが全部休みなんですよね、月曜日見たら。送ってきてくれたおっちゃんもね、そう休みなんじゃないのって言ったら、あ、そうだ、月曜日休みだみたいなこと言ってて、旅は続くですよ、まだ。ジャムも回ったけど旅は続きますね。また報告します。今も運行時ぐらいなんですけどね、もう何人かちょっとどこに住んでるかわかんないですけど DM で大丈夫か、なんかできることないかなんて言ってくれて、本当感謝です。コーナーがね今向かってくれて、5時、もうあと20分ぐらいでここ来てくれるかなって感じですけどね。本当助かります。ありがとう。バイクがまだあればいいんですけどね。まあちょっと待ってみます。じゃあ助けに来てくれました。Thank you. Yeah, Really, man. thank you. Anytime. We love it. FXRs, man. I'm seriously very happy. That was awesome. Pleasure, yeah. Yeah. I gotta record it. Thank you very much. Thank you. My guy, dude. Thank you. Thank you, man. Good job fixing it, baby. Yeah. I can go home right now. Yes, dude. Next year, man. Next year we hope to see you again. Yeah. Thank you. All right, guys. Next year, right? Yeah, man. FXR All right. Jam. Yes. Right.2人と別れて、今まだバイクの下に持ってきてもらったスタンドに
がとう、本当にありがとう、マジでありがとう。いやー、本当ありがとう。ホテル向かいます。
とランチタイムです。毎日ハンバーガー食ってるんでね、今日はタコです。ナイスワン。メキシカンはいいよね。値段も優しくて人も良くて、まあ今回の旅はね、また呼ばれてる。いやーね、本当にね、本当に優しい。スターバックスコーヒー1杯$6、約1000円ぐらいですね。空港でもこのぐらいのボトルが、水が$8、1200円ぐらいですね。メキシカン。あれ、タコ頼んだんだけどな。ブリトーじゃねこれ。あ、タコだ。カルネアサーダータコ。これでチップスいっぱいついて、ソースもついて、関西もらって$6。メキシコ最高だよね。メキシカンいなかったらアメリカ経済回らないよ俺。いただきます。Hey, Kyle, can you still have stickers left?
you. Appreciate it. What's up with that RG that you're gonna build? Already? Yeah. I don't know. I'm still working on it. Yeah. I'm still looking for the open. Yeah. Maybe I gotta get a speed junkie or something. Showing up your fucking twink ammunition.しばしお別れっすわね。Goodbye, see you later. はい、2025年 FXR ジャムビデオいかがだったでしょうか。こんな拙いビデオね、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。こんなんでも一応編集頑張ってるんです。もうこれもうベストを尽くしてる編集なんで、ご了承くださいませ。で、今回もね、やっぱ楽しかったですね。いろんな出会い、いろんな助けてもらって、バイクの出会い、人との出会い、道との出会い、トラブルとの出会い、本当楽しかったです。本当 FXR ライフ楽しんでおります。で、今回お土産またあります。去年は T シャツ、ね、2024年は T シャツ持ってこさせてもらってたんですけど、今年はなんとこのバイクお土産にしてます。もう少ししたらね、日本の某オークションで安値スタート売り切り出品しますんで、もしご興味のある方は、僕のアカウントの方お見逃しなきをお願いいたします。このバイクね、ちょっとだけ説明させてもらうと、冒頭ではちょっと控えてたんですけども、実は前オーナーが全米の最大級のクラブっていうんですかが乗ってきたバイクです。で、それをそのクラブ御用達のショップから蒸気とか買って、直してかっこよくして綺麗にしてもらったっていう経緯になります。言ったらクラブスタイルじゃありません。本物のクラブバイクです。そのオーラを感じ取ったあなたは本当にバイカーだと思います。僕もすごく感じています。やっぱりこのバイクのそんなオーラを。で、これをね、ちょっとお土産にしますんでね、ご興味のある方はそのうち出しますんで、チェックの方してみてください。で、来年もなんとかしてまた行きたいんですけどね、また違うバイクこさえて、今度はね、トリプルクラウン狙いたいんで、ただそうすると、やっぱりパッと行って、パッと自分で調整して乗っていくんだってね、やっぱりちょっといろいろ不安もあるし、いろいろ不便なことがあるんで、僕の理想としては年の3分の1ぐらいアメリカに拠点を置いて、そこに入れる、行ったり来たりできるスタンスを作って、で、夏の間はね、向こうでスターディス、ウエストコースト、イーストコーストですか、FXR で生きるような環境をなんとか作っていきたいと思ってますので、また他にも
FXR ビデオアップします。よろしくお願いします。それではまた See you later!